これ松ぼっくりですね。これをこうちぎってこうピチッとこんな感じでちぎってね、はい、なんかパイナップルみたいでしょこれね。でこの一つ一つのところに種が入ってるんですけど、ちょっと入ってるのをこう振ってみます。こうトントンとほらこうやって種が落ちていくと、この種ねちゃんと黒っぽいやつ選びましょう。白っぽいのは空の場合があるんで、これ黒っぽいね大きい粒を選んで、でちょっとだけね今つまんでます。ちょっとだけ埋めて、軽くかぶせて。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回はですね松の種を取るということで、実際松ぼっくりからね、取るところをちょっと見ていただこうかなと思うんですけども、その前にちょっとだけお時間ください。今無料のメールマガジン、ずっと続けてますけど、ずっとやってます。でそれがですね説明欄から、メールアドレス登録するだけでもう結構な70通ぐらいになってるかなと、登録者の方もね何千人という感じになってるんですけど、そちらでまたね勉強し直していただけたらなと、復習予習、そんな感じでやっていただけたらなと思います。はい、では本題に戻ります。ですね松ぼっくりからねを取って、そこから種を取って、でまたそれを種をまいて、盆栽を作っていくっていう感じなんですけども、実際ねこの横にある木こうボッサボサにしてるとね松ぼっくりできるんですね。できにくい木もあると思います。これたまたまできやすい木だったんで、僕がもうそのままねあんまり剪定せずにもうボーボーにして置いてあるんですけど、ここちょっと見てもらいましょうかね。こんな感じでね、はい、これ松ぼっくりですね。で今が11月の初旬なんですけど、だいたい11月中旬ぐらいから今ぐらいの間に取ればいいかなというところで、これねこれをこうちぎってこうピチッとこんな感じでちぎってね、はい、なんかパイナップルみたいでしょこれね。黒松英語で言うとパインツリーなんですよ。だからこんなとこから来てるんじゃないかなと思いますね。でこれをちぎると。でこれちぎらんかったらそのうちねここで開いてねここで種落ちちゃうんでね、うまく種採取できないんですよね。だからこういう時期についてる間に取ると。でこの状態にね結構早い状態からなるんですけど、5月とか6月とかその時では多分種にちゃんと実が入ってないはずなんで、取るんだったらもうキワキワのここで松ぼっくり開いちゃう手前のね10月中旬とか下旬とかそのあたりに取りましょうという。この放送流れてる時にはちょっともしかしたらもう遅いタイミングかもわからんですけど、もしうまく取れたら今年でも、いかんかったら来年と、こんな感じでどんどん取っていきますと。ちなみにですねこういうの先の方についてるちっちゃいの、多分これがね来年また大きくなって今みたいに取れるという感じですね。もうすでについてるということで、松ぼっくりの採取はこんな感じです。先ほど取ったのがねこちら5つだけちょっと取ってみたんですけど、これが取った直後の状態で、これを天日に干して1週間ぐらい経ったらこんな感じ。天気にもよりますけどね、こうやってもう完全開いて、なんかクリスマスの時によく見る感じのね。でこの一つ一つのところに種が入ってるんですけど、ちょっと入ってるのをこう振ってみます。こうトントンとほらこうやって種が落ちていくと、こうやってね中に入ってるのがこれも入ってる。めっちゃ落ちる。こうやってだから松ぼっくり1個からでも結構な種取れると思います。全部が全部実が入ってるとは限らないんですけどね。でこういう羽のついた状態なんで、外でね天日なんで外で干すんで、風の強い時にはこの羽にね羽が風に乗ってね飛んでいくことあるんでね、ちょっと飛ばないような上手に天日に干すという、こんな感じで種取って、羽がついてるのをちょっと取っていく作業は、取れてからまたやるんですけど、ちなみにこれ取れた後羽がいっぱいついてますけど、これもねつけっぱなしで巻いてもいけるんかもわからないですけど、取った方がええとは思うんです。でちょっと風のある日にねこうもみもみするとほら羽だけが風に乗ってどっか行っちゃうんで、こんな感じでねこう何枚か持ってもみもみしてやったらね
羽の取れた種がこうやって出来上がるんで、まあ数少なかったら何でもない作業ですけど、多かったらねこうもみもみして羽を飛ばすみたいな作業をねしてやって、はい、もう簡単に取れますんでね。でこれで巻いていきますと、この状態でね。でちょっとこの種をね早速取れたての種を巻いてみます。よいしょよいしょ。はい、早速ね今取れたての種をですねこういうポットに巻いてみようかなと思います。注意点としましては、その種をどれぐらい深くするかっていうところですね。はい、じゃあ早速ねポットにこの網は敷いてます。砂がこぼれないように、ポットの穴からね砂がこぼれないように網はちゃんとカバーして、はい、ポットのサイズはまあ何でもいいんですけど、で砂これがですね赤玉はちょっと多めにしてますね。で粒はあんまり粗すぎない方がいいのかなとは思います。ちょっと細かいぐらいの方が、今回ちょっといろんなサイズが混ざってますけど、赤玉多めにしとるから大丈夫だろうという判断でいってます。でこれをポットにもうバーッとね入れちゃう。でここに種をね、先ほど取れた種をこれは僕が種から作るね太い商品盆栽用の考え方で、もうここに巻いちゃった方が後でがね育てやすいんですよ。ここで根付いてくれてね。でこれを第一関節ぐらいまでかな、あんまり深すぎない方がいいです。第一関節よりちょっともう本当に1センチぐらいですかね。で真ん中巻いて、でこれをこうケースに並べていって、ちょっともう一回やってみようかな。で後でねこれ種がね種から発芽して芽が出た頃にね鳥にやられるんですよ。鳥が食べに来るんですよ。はい、これ砂入れた状態で、これまだ今何もないですよ。でこれにこの種ねちゃんと黒っぽいやつ入れましょう。白っぽいのは空の場合があるんで、これ黒っぽいね大きい粒を選んで、でちょっとだけね今つまんでます。ちょっとだけ埋めて、軽くかぶせて、これあんまり深すぎたら芽が出ない場合があるんで浅めがいいですね。でポットでね一個一個やったら結構ねスペース取るんですよね。ポット1個分に1粒なんで。で棚場とかね、例えばベランダとかであんまりスペースないな、でも種いっぱいまきたいなってなったら、こういう使い古しの鉢だったり、割れてる鉢でもねいいですし、こういうのに今ちょっと砂いっぱい入ってますけど、ここにバラバラバラっと巻いて、で上から軽く砂かぶせて、で芽を出さすと。だったらその少ないスペースでかなりの数の芽出さすことができるんで、小スペースでいきたい方はこっちのやり方もありますね。今日はちょっともう種がそんな今巻く用の種がごめんなさいなくて説明だけになりますけど、はい、あとですねこれはこれでいいんですけど、例えばこの、今ねこのポットねよいしょ、これ今4つしか種まいてないですけど、あとここびっしりまいたとしましてね、芽が出たらね鳥が来るんですよね。種からちょっと出た時にね。でそのように、僕考え人に教えてもらったからこういう同じようなケースを上にかぶせて、これを針金でね、廃材利用ですね。例えば針金どっかで使ってたのをこうちょっと何箇所かねこうちょっと短かったけどこう止めたら、ね、これあと2箇所ぐらい、1箇所でもいいかな、止めたら多分飛ばないはずなんで、こうやったら水もかかりますし、火もある程度当たりますし、鳥は食べれないっていうんで、こうやって鳥対策しとかないと僕1回種まいてほぼ全滅させられたことありますね。鳥にね全部芽ちゃんと出てたんですけどね、はい、そういうことあるんで、こうやって何かしら、これに限らんでも、鳥に食べられないような方法は取った方がいいと思います。はい、今回これで、種を取るところから、種取るのが大体10月の中旬から、11月初めぐらいまでですかね。その間松ぼっくり
気になってるパイナップル状のようなものをちぎって天日で干して種が出てきたらもうすぐ巻くと。で巻き方はポット1個1個でもいいですし、スペースがちょっとあんまないなっていう人は砂敷き詰めた鉢にバラバラっと巻くでもいいと。で最後はこういうね鳥対策をしてってなったらそうですね、2週間後ぐらいには多分芽が出るはずです。うまくいってれば。はい。で黒松の種中身が入ってればね結構発芽率高いんで、はい。で種出てからはいろいろ成長の具合ありますけど 2,3 年は触らずに、でそこから先はどう育てていくかでまた作業をどんどんしていってもらえたらというとこですね。はい。最後駆け足でまとめになりましたけど、種を取るとこからね種まくとこまで、はい、説明させていただきました。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。